ローカルのノードのバージョンとプロジェクトのノードのバージョンが違って困るということはよくあることなんですけど、実際初めて遭遇するとどうしたらええねんってなります。ローカルのノードのバージョンを変えたら、今やってるプロジェクトでバグが出たり大変なことになるんじゃないかみたいな不安もあると思います。この動画を見ればそういった不安は解決するので最後までご覧ください。このチャンネルではプログラミングの How to 系の動画を淡々と上げております。チャンネル登録1億人目指しているので、もし参考になったらチャンネル登録と高評価で応援をお願いいたします。今回やるのは Node.js のバージョン管理というものをやります。ざっくり説明すると、ローカルに複数のノードのバージョンを入れて切り替えるみたいな感じです。使うパッケージは Volta っていうのを使います。他にも NVM というのがあって、NVM の方が有名なんですけど、今回は Volta を使います。Volta を使う理由はやりながら説明したいと思います。まずは Volta を使えるようにしましょう。ボルタの公式ページの始め方のページに書いてある通りにやります。自分は MacOS なので上のコマンドを打ちます。Windows は下のコマンドでできるはずです。こんな感じでさーっと進んでいきます。ボルタバージョン。これでバージョンが表示されれば OK です。これでボルタが使えるようになりました。あとは使いたいノードのバージョンを指定するだけで使うことができます。ボルタインストールノードアットマーク20と打ちます。これでうまくいきました。それではノードの -v で現在のバージョンを確認してみましょう。20.19.0。では続いて、ボルタインストールノードアットマーク16にしてみましょう。ノード -v。ノードのバージョンが切り替わることができました。ちなみになんですけど、ボルタインストールノードアットマークの後に数字をしっかり指定しても良いです。このノードのバージョンについては、ノードの公式ページにバージョン一覧があるので、そこを参考にしながら以降の数字をやってあげればいいと思います。ちなみに yarn も同じようにできます。現在のボルタのデーといいますかを知りたいときはボルタのリストを表示すると今このようなデフォルトになっているということがわかります。インストール済みのリストを表示するときはボルタリストノードと書いてあげると現在インストールしているものとデフォルトで設定しているものを表示することができます。で、このデフォルトを変更するときには例えばこれに変えたいってなったときは、ボルタインストールノードアットマークでバージョン名にしてあげると切り替えることができます。ボルタの基本的な使い方は以上です。とても簡単にノードのバージョンを切り替えることができるということが分かったと思います。では最後にどうしてボルタを使うかというところなんですけれども、ボルタはプロジェクトごとにノードのバージョンを記録することができます。ではやってみましょう。まず、ノード16と書かれたフォルダの方にやっていきます。このバージョンの記録をするためには package.json というファイルが必要なので、このコマンドを打ちます。今の npm init というコマンドでこの package.json が出来上がりました。ボルタピン
ノード-16と打ちます。そうすると今ここに追記がされたのがわかると思います。これでノード -v と打ちましょう。このバージョンが表示されました。1個ディレクトリを戻ってノード -v を打ちます。そうすると現在ボルタのデフォルトであるこちらに戻ったのがわかると思います。それでは次はノード20というフォルダに行って同じように npm init でこれ全部エンターで進んでってでデフォルトがいくつだっけ？デフォルトが 20.19.0 なんでボルタイン20ノード 20.18.0 があるかわかんないですけど、これにしてみたいと思います。ノード -v で確認します。今、ピンをしたバージョンが入ったことがわかります。このようにピンというボルタピンというコマンドを打つことによってパッケージ .json にノードのバージョンを記録してそれを勝手に使ってくれるというところが非常に便利です。はい。便利ですね。デフォルトの時とディレクトリを移動したら勝手にノードのバージョンが切り替わってくれるというところで非常に便利だと思います。以上です。知っていれば簡単というか、ノードのバージョンを切り替えるということが、そんなに難しくないっていうのが伝わればいいのかなと思っております。参考になった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。